皆さん、こんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回は XP ペンさんのご提供により、新作液晶タブレットアーティストプロ16のレビューをしたいと思います。こちらの液タブ、去年 XP ペンさんから発売されたイノベーター16っていう液タブに見た目がね、そっくりなんですが、色域とペンの性能が大幅に良くなってるんです。まず、ペンがね、最新のものになって、検知能力が大幅にアップしたのと、色域がね、なんと、ついに、Adobe RGB99% になりました。いやー、これはね、嬉しい。もともと、イノベーター16がレビューした時に、示唆もね、ほとんどなくて、すごいね、良かったんで、そこに、このアップデート内容、もうね、最強なんじゃないかなと思います。で、気になるお値段なんですが、現在 Amazon での価格 49,752 円で購入できちゃいます。イノベーター16よりはもちろんね、少し高くなってしまうんですが、この色域の液タブを他で買おうとしたら、もうね、めちゃくちゃ高いので、とってもお得な製品かなと思います。ただ、安かろう悪かろうではね、困ってしまうと思うので、今回もプロ目線でしっかり描画性能と書き心地見ていきたいと思います。楽しみにしていてください。そしてさらにこちらのアーティストプロ16のプレゼント企画もやっちゃいます。こちら後ほど詳細をお伝えしますので、ぜひね、最後まで見ていってください。それでは早速見ていきましょう。まずはね、中身を見ていきましょう。保証書にクイックガイド。ちゃんと日本語での説明もね、こんな感じで書かれています。クリーニングクロスにお絵描き用の手袋。こんな感じで使います。で、お次はこちらペンケースですね。横をカチッと押すと、こうやってね、中身がスーッとね、出てくるようなペンケースになります。ケースは、このようにね、メタル仕様になっていて、すごいね、高級感があります。ペンケースの中にペンと、そしてね、返芯が9本入っています。そしてね、ここが返芯をね、変えるための部分です。で、こちらがね、噂の最新のペンになります。筆圧感知は8192レベル、傾き検知機能付きで、ボタンが3つ、こことね、ここと、そしてここ、消しゴムのね、ボタンがあります。そしてもちろん充電は不要です。という風に、こちらのね、ちょっと仕様を見るだけだと、あまりね、違いがわからないと思うんですが、中身がね、大きく変わっています。こちらのペン、最新のチップが中に入っていて、検知性能が大幅に向上しているそうです。描画性能については後でね、しっかり見ていきたいと思います。で、次は接続関係になります。まず、こちらの液タブはパソコンが必要です。液タブ単体だと動くものではないのでご注意ください。液タブっていうのはタッチペンで操作ができるパソコンの画面なんです。なのでお絵描きだけじゃなくね、普通に YouTube 見たりとかもできちゃいます。こちらの液タブ接続が、液タブ側が Type-C で、パソコン側が HDMI と USB での接続になります。なのでパソコンに HDMI がない場合は別途ね、変換ケーブルなどを買う必要があります。こちらの赤いケーブルが電源ケーブルになります。電源ケーブルはね、こちらの延長ケーブルをね、使用して伸ばすことができます。電源ケーブルはこれをね、使ってね、コンセントに挿すこともできます。で、こちらいくつかのね、海外のコンセントでも使えるように変換が入っています。はい、そしてこちらが本体です。見た目はイノベーター16とね、ほとんど違いがないと思います。このめちゃめちゃかっこいいスタイリッシュなね、サイドボタンに、そしてこのね、めちゃくちゃ軽くて、薄型なボディ素晴らしいですね。すごくスッキリしていて、とてもね、おしゃれな液タブです。これだけスッキリしていると、このサイズの液タブなのに持ち運びがしやすかったり、机の上でもあまり邪魔にならないところがいいと思います。で、こちらのサイドキーなんですけど、カスタマイズ可能なね、8個のショートカットキー、そしてね、こちらデュアルホイール。デュアルなんでね、なんと外側と内側ですね。内側のデュアルホイールになっております。ホイールはデジタルイラストを描く場合にあるとすごい便利なんで、これはね、すごい嬉しいですね。で、こちらの液タブ、残念ながらスタンドはついてこないので、液タブをこう角度をつけてね、置いて絵を描きたいっていうような方は別途ね、スタンドを購入する必要があります。イノベーター16には簡易なね、スタンドがついていたのでね、ちょっとね、残念なところです。ただ、イノベーター16もちょっとね、角度調整できないスタンドがついているだけだったので、こだわる方はどちらにせよね、別途買うことになるのかなと思います。
それではパソコンと液タブをつないで、その後にね、描画性能を見ていきたいと思います。接続は簡単で、パソコンとつないでドライバーという専用のソフトを公式サイトからダウンロード&インストールするだけです。説明書の通りに接続すれば簡単にできます。注意事項としては、もともと何か液タブやペンタブのドライバーが入っている場合は、アンインストールして PC を再起動してから入れるようにしてください。また、Windows のディスプレイ設定で、配置、サイズ、解像度をね、正しく設定するようにしてください。インストールされるアプリでは、作業エリアの設定や、こちらの回転の設定で180度に設定することで、左利き用に変更することができます。ペンについてるボタンやサイドキーのカスタマイズもこちらで設定することができます。それでは実際の描画性能を見ていきましょう。画面は 15.4 インチになります。13インチだと小さいな、でも22インチだとちょっと机の上に置くには大きすぎるっていうような方も多いので、このサイズの液タブはね、すごいね、嬉しいんじゃないかなと思います。そして解像度はフル HD です。個人的にこの画面サイズでフル HD っていうのは、こうね、画面の中のいろいろなアイコンサイズとかのね、ことを考えると非常にね、しっくりくるベストな解像度だと思っています。そしてね、色域は Adobe RGB 99%、NTSC94% となっております。こちらね、非常に高い色域になっております。このクラスの色域のディスプレイとか液タブとかを買おうとすると、今までってめちゃくちゃ高かったので、それがもうこの価格で手に入るっていうのは本当にすごいことだと思います。もうイラスト関係の仕事ではね、ほとんど困らないと思います。そしてこちらの液タブ非常にね、視野角も広くて、このようにいろんな角度からね、こちらの液タブ見てもほとんどね、色味の変化がありません。そしてこちらね、元からアンチグレアスクリーンが貼ってあります。それではね、実際にいろいろ線を引いてみてね、書き心地等を見ていきたいと思います。まずはね、追尾性能を見てみましょう。早く書いてみます。ゆっくり線を引いてみます。入り抜きはこんな感じになっています。シュッ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 と。で、こちらのペンね、新しいチップが入った新しいペンなんですけど、そのおかげでこう非常にね、軽いタッチで線を引いてもね、線が引かれるようになっています。非常にね、軽いタッチの線をちゃんと検知することができています。これ本当はね、思いっきり筆圧かけるとすごい太いペンなんですよ。なんですけど、こうね、ほとんどね、力を入れてないような状態で、こうススススーっとね、線を引くと、ちゃんと軽いタッチの線っていうのがしっかり引くことができます。このあたりね、非常に以前よりもね、こうリアルに近づいたんじゃないかなと思います。で、またですね、こちらの液タブフルラミネートになっておりまして、非常にね、このペンと書かれる場所のこのディスプレイの厚さの示唆ですね。こういったものが非常に少なくなっています。ですので、もうよりね、アナログに近い感じで絵を描くことができちゃいます。このように示唆がね、めちゃくちゃ少ないです。そしてね、こちらのペン、新しいスマートチップになった結果見てください。これめちゃくちゃ四隅での示唆がなくなりました。見てくださいよ、これ。めちゃくちゃね、示唆がもうほとんどね、ないです。はい、でね、こちらのね、液タブの書き心地なんですが、こちらのね、ペンが新しいものになったことによって、結構ね、このペン先のぐにゅぐにゅバネみたいにボヨンボヨンしたなんかバネ感みたいなものがね、随分低減されているので、かなりね、しっかりとした書き心地で線を引くことができます。どちらかというと、シャーペンとかボールペンとかそっちに近いようなね、しっかりとした書き心地です。またこちらのね、アンチグレアフィルムの方が、サラサラとしたね、ペーパーライクなフィルムになってるので、実際に書いてみる感じは、こう紙に結構ボールペンとかシャーペンとかでサラサラサラっと書いてるような書き心地に近い書き心地になってます。とは言ってもね、そこまでペーパーライクが強い感じでもないので、ペン先がね、恐ろしい勢いで削れていくような心配もないんじゃないかなと思います。軽いペーパーライクぐらいですね。でも非常にね、サラサラしていて触ってて気持ちがいいです。はい、それではね、この後実際にちょっと絵を描いてみて、
絵を描かないとね、気づかないこと、気づかない動きとか挙動っていうのもあるので、しっかりね、絵を描いてみて、気になったことなどを詳しくお伝えしていきたいと思います。それではアーティストプロ16で絵を描いてみたメイキング動画を流しながら、実際に絵を描いてみて気づいたことをお話ししていきます。ラフまで出来上がってるので線画からですね。で、実際ね、描いてみてなんですけど、ただね、線を描いてた時と違って、もっとね、鉛筆っぽい軽い描き心地の印象を受けました。ペンがすごいね、軽くて、昔よりも少し細身になったっていうのもあって、鉛筆感がね、強くなったのかなと思います。とにかく描き心地はね、とっても良かったです。楽しくね、お絵描きすることができました。ただね、一つ気になったことがありまして、自分のね、持っている公式機のモニターに比べて、若干ね、赤みが強い印象がありました。ですので、本当にね、プロフェッショナルに絵を描くような方の場合は、別のモニターでも色味を確認しながら使った方がね、間違いないのかなと思います。と、こういう気になるところってのはあるんですが、お値段をね、考えたら非常に高性能でいい製品だと思います。16インチの液タブが欲しくて、公式機、そしてね、最新のペンが使いたいという方にはベストな液タブだと思いますので、ぜひご検討ください。概要欄に Amazon のリンクを貼っておきます。また XP ペンさん16インチの液タブ他にもね、いろいろ出してまして、もしね、そこまでプロフェッショナルな色域を求めていないっていう方なら、もう少し安く買えるイノベーター16っていうね、液タブで十分だと思います。また、フル HD 以上の高解像度で液タブを使いたいっていう方は、お値段はね、もちろん上がっちゃうんですが、アーティストプロ 16TP というね、液タブがおすすめです。そちらもね、レビュー動画上げていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。とは言ってもね、液タブどんどん進化していますので、最新情報は要チェックでお願いします。このチャンネルでは最新液タブのレビューをたくさんね、やっていますので、ぜひチャンネル登録して最新機種の情報もチェックしてみてください。そして最後にお待たせいたしました。プレゼント企画のご案内です。今回ご紹介したアーティストプロ16を1名様にプレゼントしちゃいます。プレゼント企画の応募方法は、僕の Twitter アカウント、そして XP ペンさんのアカウントをフォロー、そして該当ツイートをリツイートすることで応募できます。該当ツイートができ次第概要欄にリンクをね、貼っておきますので、そこから該当のツイートを確認して、どしどしご応募ください。ということで、XP ペンアーティストプロ16のレビューでした。ヤキマイルのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では